木肌をいただいたので、これね、木肌漢方薬にするんだよね。これでをね、昔うちのワンコが足が悪くなった時、毎日これをお湯で温めて足にいつもやってたら治ったよ。結構これいいと思う。草木染めって漢方を取り込むみたいな効果もあるから、その植物のね、エネルギーっていうか、そういうもの薬というか、そういう長寿とかいろいろあるじゃないですか、日経とか、ああいうのを結構使うんだよね。面白いね。あ、ずいぶん取れた。うちのサンルームの中も丸っぽくなってきましたよ。あったかい、わりかし今やってるのはねよいしょ、はい、これね、ひびが入ってるんだよ。だから本当はね、金継ぎするか布貼ろうかと思ったんだけど、すごい暑いからこれ少し削ろうかなと思ってる。これね、ここにひびが入ってるわけ。私布貼ろうかと思ったけど、これってめちゃくちゃ熱いのよ。ここもなってる。この辺、これって結構割れてるんだ。ということは、これは全部下まで。見てみたらこの辺割と割れてるな。わかった。これ全部ひびがいってるんだ。ここまで。ここだけの問題じゃないんだな。でももう少し掘ってここを布貼るわ。これ割れてるんだ。こう割れてる。全部ね。ここも後ろも修繕した跡がある。ここもなってる。でもとりあえず少し削るわ。この辺は削ればいいでしょ。治ると思うから。研ぎ方わからんけどやってみよう。もっとこんなやつの大きいのが欲しいな。今度買いに行ってこよう。ついでにくさびも。花こぼれてるのはないよな。まあいいわね。よし、これ使ってみるね。役に立ちそうなのがないよね。これって変やっぱあれだよな、丸いやつ。こんなんじゃ摩擦に合わんよな。まあちょっとやってみるか。やっぱこれじゃ無理だわ。買ってこよう今度。よし、これはね、やる。このひびは下まで来てるから、下まで後でちょっとこれ薄くして漆の布を貼るわ。金継ぎやめる。これはやります。よし。でそれにはこれをもうちょっと違うの買わなきゃダメだ。うちのじいちゃんは大工だから。でも大工でも持ってりゃいいんだな。とにかく持ってないから、こういうとこもほら直すと。物が足りない。頑張るぞ。もう本当にね、外もあったかいよ。だいぶね。でもうちょっとこう早くしてみようか。どう？なんかつけるといいんだろうね。これで床磨きしたかったの。いいわ。こうやって磨こう。だからオイルかなんかつけるといいね。綺麗になるね。よし。こっちの方がね、多分これよりこっちの方が絶対強いね。でこれで大きくしたから、もうちょっと大きくし。でもね、これはこれでいっぱいいろんなものがついてるからいいんだろう。いいよ。この中ね、いっぱいこのブラシとかついてたんだけど、どこやったか忘れてしまった。ね。こういうことにも使えるんだよ。
よしよし、これ1個分、よいしょ。なんとか入れようもう切ったから、よいしょ。猫だぞ。それでね、2つじゃちょっとなと、まあいいか、2つにしようか。これでちょっと発酵させた方がいいと思うけど、豆乳マヨネーズ、これはね、もう豆乳っていうかおからも全部入ってるまんま。私最近ね、こさないで使ってる。オリーブオイルと柿酢じゃなくても大丈夫よ、何でもいいから酢ね。それから私はいつもね、小豆味噌入れてる。何でもいいよ、味噌ね。でいろんな味噌作るといいと思う。小豆じゃなくても豆でも麹で、豆麹ねできる、麦麹もできるじゃん。それも今度やるけど、小豆とか他のものね、いろんな豆、ひよこ豆とかいろいろあるじゃん。黒豆とかとら豆とか、そういうのに麹を入れて置いとくのよ。そしたら味噌できるから、いろんな味噌作ってください。オイルね、結構いいかで、オイルはね、同量ぐらい入れていいよ、豆乳とね。でオリーブオイルも熱加えると良くないっていうじゃん。だからこれだとそのまま取れるでしょ。だからいいと思う。まあいいわ、こんだけあるだけ入れとこう。酢をちびっと入れるでしょ。ガーッとやってもいいけど、私はねしない。めんどくさいっていうといろいろね、世間の人の品種買うから言わんよ、別に。こうか。そして私は小豆味噌入れるのが好きなの。だから小豆味噌入れるね。でこうやって混ぜるだけ。私はこういうやつで混ぜた方が良くなるけど、これいっぱいすぎて混ぜると飛び出そうなんだよ。だからこれなくても大丈夫。こうやって混ぜるだけでも固まるから。で長く割と持つよ。オイルもまだ少ないか。豆乳だったらひょっとしたら固まらんかもしらんから、もっとオイル入れて混ぜた方がいいかもしれないよ。これはね、おから入ってるせいか固まるんだ。もし固まらんかったらこういうの使って。そしてオイルをちょっと多めに入れて固まるから。クリーミーな感じのが好きな人は豆乳の方がいいと思うよ。いいと思います。だいたいどうやってもうまくいくもんなんだよ、こういうものってね。いかなかったらいかないでもいいじゃない。自分のだから何回かやってればうまくなる。うまくっていうか、それなりに自分の思ったようになるんじゃないの。はい、これでできました。はい、冷蔵庫入れといてサラダとかに使って食べます。前はね、ちゃんと豆乳とおからと分かれるやつ買ってたんだけど、このコンセントなくしたのよ。それで使えなくなって、それってフィルターっていうの、なんかおからだけにするやつと別になってたんだけど、これでいいやと思って買ったの。それでよかった。これにいつもザワークラウト入れてヨーグルト作るんだけど、室温で置いとくとね大丈夫なの。こういうもの早く使った方がいいから、これ今日使おう。この豆乳ヨーグルトは何に使うか。今日ね、果物がないから、いつもリンゴとかにこのヨーグルト入れてスムージー作るんだけど、何のどうやって使う。サラダにするか。ちょっとね、不穏な匂いがする気配。まだ大丈夫。明日あたりやばくなるかもしれない。今日中に食べた方がいいから、これは今日食べましょう。冷凍のアボカドがあるから、冷凍のアボカドを入れて、柚子蜂蜜とか入れてみようか。どうだろうと、食べながら研究しよう。これは冷えたら冷蔵庫入れ。今早く食べないとダメな味がする。今は大丈夫だから大丈夫よ。これ入れるか、しょうがない。何か入れないとな。豆乳マヨネーズのつもりで、この小豆味噌を全部入れてよ、ね、豆乳マヨネーズっていうのも変だよね。だから豆乳マヨネーズのつもりで汁入れてちょこっ、そして
オリーブオイルも入れてみようかしらね。こうやって食べたらどう？チーズがないんでチーズの代わりを作ります。まず豆乳マヨネーズ、今作ったやつとマヨネーズを入れて、でね、私は酒粕を入れるんですよ。酒粕、それに粉チーズ入れなくてもいいよ。粉チーズはビーガンの人とか嫌でしょ、粉チーズね。まあ割合は半分半分ぐらいでいいと思うんだ。別にこれは米粉の生地じゃなくてもいいんだよね。ケチャップだからトマトピューレがあればそっちの方がいいかも。ケチャップがついてるからマチュピチュ風の調味料はいらんかもしれんな。あれやってもいいしどっちでもいいよ。まあいいわ。今日はケチャップにこれつぶつぶが入ってるし、でジェノベーゼを使います。これシソのジェノベーゼです。シソの葉っぱができたら作ってください。めちゃくちゃできるでしょ、シソの葉っぱ。バジルのジェノベーゼと一緒よ。ニンニクとかオリーブオイルとか入れるやつ、チーズのつもりで作ったやつ。あ、それとね、お正月に買ったゆり根があるからそれを上にのせようと思う、ね、早く使った方がいいかもしれない。まだ大丈夫っぽい。ゆり根いいんだよ。ピザとかこういうイタリア系に合うんじゃない？結構あるからいっぱい使おうね。ちょっと洗っていきます。うちも山ゆり生えてるけど、取りたくないよね。もったいなくてね。チーズのつもりたっぷりのせて、はい、それでゆり根をバラバラと焼きます。ではちょっとねこれ汚い、ごめんね。まあ許して。こんな感じですね。焼きます。よいしょ。蓋のせるよ。熱い紙が焼けてる。オーブンペーパー。いや、このぐらい焼けてる。はい、10分経ったので見てみます。今温度は250度よりあるんだね。わっしょ、うわ、いいじゃんね。美味しそう。食べよう。さっき作った豆乳ヨーグルトが何入れたか忘れたけど私美味しい。では食べるぞ。これさ、ちょっと黒すぎて見えないね。火陰った。ちょっと蒸しとく。熱いんだけど蒸しとかないとビジュアル的に。よいしょ。ビジュアル重視の私としては1本くれて火があんまりもなくて寂しいよな。もうちょっと。美味しかったこれ。では米粉パンのピザね。うわ、すごい。めっちゃなんかおいしい。トマトケチャップじゃない方がいい。トマトピューレにマチュピチュ風のあれ入れた方がよかったな。ちょっと甘い。トマトケチャップでもいいよ。ない人はね。ない人はいいじゃんね。お好み焼きみたいな味だ。ピザだと思うからいいけどね。お好み焼きだと思えばいいね。トマトピューレにするとピザみたいなんだよ。だからお砂糖が入ってないトマトケチャップはトマトピューレだよな。ちょっと甘いんだわ。だからトマトケチャップの時ちょっと少なめがいいと思う。おいしい。トマトいっぱいある時にトマトピューレいっぱい作っとけばいいんだよね。これだけ分ずつ冷凍してピザ分ぐらいとかずつ、そして使えばいいと思う。それがいいよね。そうしよう。この前ね、もらったトマトピューレあったんだよ。だけどそのまま置いといたらね、
カビてた。だからそうだね、冷凍しといた方がいいと思う。でトマトピューレ使わなかったんだけど、この前はトマトピューレでやったの。そしたら美味しかった。では本日のルーティンを終わります。またね。寒いような気がしてたけど、どんどん春になってますね。あ、そうだ、やっぱり宣伝しよう。売り売りバージョンの方、全国書店にて絶賛発売中でございます。68歳つつましくも贅沢な暮らし、よろしくお願いします。よろしかったらこちらの売り売りばあちゃんの楽しい田舎暮らしもチャンネル登録お願いします。それからグッドボタンも頼んだぜ。あ、じゃあなんて言うんだっけ。じゃあ皆さんまた。